ちは、ラニコです。本日とてメイク動画なんですけれども、私最近ですね、何を思ったかすごくよくアニメを見るようになったんですよ。今更って感じなんだけど、とあるアニメをね、久しぶりに見たいなと思って検索をかけたら、今は D アニメストアでしか配信されてませんよって、独占配信ですよっていうのを見かけて、じゃあちょっと入るしかねえかと思って D アニメストアに入ってみたら、ものすごい懐かしいアニメとかがそこにあるわけですよ。 D アニメストアに。でそれを見てて、結構その D アニメストアではなんか最近流行ってるアニメとか最近話題のアニメみたいなのをいっぱい見てるんじゃなくて、もう昔のアニメ、もう私が懐かしいと思うようなアニメから、昔からいいって言われてるけど見たことなかったなみたいなアニメを片っ端から見ているんですけれども、昔のアニメ見てて思った。平成のアニメの女可愛すぎるなって、マジで。今みたいな可愛さじゃなくて、昔の目は大きいし、髪型どういうことみたいな、アニメでしかありえないよねその髪型みたいなのをねしている子たちを見てて、なんかそういうアニメっぽいような女の子のメイクをしたいなとちょっと思い始めまして、もうそう思ったが吉日、最近はね平成ブーム Y2K ブームということで、昔懐かしのアニメっぽい女の子になっていければなと思います。ということで本日は弾け女子メイクをやっていこうと思います。頑張ります。弾け女子ってなんぞって思うかもしれないんだけど、なんかわかる？弾けてる女の子、元気っ子とかそういうのじゃなくて、ちょっとなんか気が触れちゃってる元気みたいな、元気すぎて怖いまであるよみたいな女の子になりたいと思っちゃって、正直ちょっとね心配なんです。ちょっと元気っ子な感じみたいなのはやったことあるけど、完全に弾き切ってる女の子はやったことないのでちょっと不安なんですけれども、私の今までの経験値でとにかくいい感じに仕上げていければなと思います。じゃあやっていきましょう。よっしゃ、メイクをやっていくんですけれども、先にカラコンをつけていきます。本日つけるカラコンが、これなんて読むんですか？これわからないんですけれども、こういうパッケージのさ、MXXNMW かな、ちょっとわかんないんですけど、よく売ってる水光カラコンのやつですよ。ちょっとね、本当にハイライト、アニメみたいにハイライトが入ってるみたいに見えるよみたいな最近流行りのカラコンを用意してまいりました。一旦つけてみますね。ちょっとやっていきます。少々お待ち。ほほほほほほほ。すーげえ、なんだこのカラコン。今こっち側につけ終わったんだけど、そもそもすごい高発色な青、ほんとコスプレ用みたいに高発色な青だなっていう感じがするんだけど、その次に舞い込んだけど、この光が入ってる感じわかる？大丈夫かな？なんか全然似合ってない気がしてきましたけど、ちょっともう片方もつけてくるね。はい、こんな感じで両目つけてまいれたんですけど、すごいですねこれ。ほんとなんかアニメのキャラみたいな感じになって、ちょっと今回のコンセプトにはぴったりなカラコンを選べたかもと嬉しい限りなんですけど、これ結構馴染ませるの大変そうだなと思った。ちょっと頑張りますわ、メイク。そしたらメイクに入っていきましょう。まずは眉毛から描いていくんですけれども、眉毛はあんま横に長くしない感じ、ちょっと幼い感じに見えてほしいなっていう気持ちがあるので、あんまり横には長くしない。で、若干太めかな。やっぱ短く太くが一番顔が幼く見えるので、はい、眉毛描き終えました。短めでちょっと太めで、どっちかといえばちょっとつり眉っぽい感じにしてみました。やっぱなんかこう弾けてる感じだから、優しそうな印象っていうよりかはやっぱ明るい印象にしていきたいので、つり眉で弾けちゃってる感じを表現しました。そしたら今日つけていくウィッグが結構明るい髪色なので、スクリューブラシでコンシーラーを通りまして眉毛に塗っていきます。よし、こんな感じで眉毛の色が明るくなりました。で、そしたらアイメイクに入っていくんですけれども、本日私アイシャドウを新調いたしまして、以前使っていたこのロング&ベターザンパレットダスティフォーグガーデンがですね、もう全然ない。びっくりするほどもう底見えも底見えなので、新しいアイシャドウを買わねばということで、ウェイクメイクのなんだったっけ、これ15番とかだったと思うんだけど、今回はピンクっぽいをやっていきたくて、でどっちかといえばピンク紫っぽい方向、赤ピンクよりかはピンク紫な方向に色を持っていきたいので、今回はこっちの一番端っこの紫っぽい系の色をちょっとずつ使ってやっていければなと思います。まず一番最初に塗っていくのはペリペラピュアブラッシュドサンシャインチークの12番サニーピンクを塗っていきます。これも白っぽいピンクだったら何でもよろしいです。
もうこいつを適当にまぶた全体にまんべんなく塗っていけばよろしいよ。同じ色ね、下まぶたにも全体的に塗ってっちゃいますよ。はい、こんな感じで両目に全体的に薄めのピンクを塗れましたら、そしたらお次ウェイクメイクのここのお色味を使っていきます。05番ハッシュっていう名前なんだって。すごいね。何もすごくないのにすごいねとかちょっと適当でごめん。こうやってこの色を同じくまぶた全体に塗ってっちゃいます。全体的にさっきの色が塗れましたら、その色の1個下のここのお色味を塗っていきます。色の名前はナイトラベンダーだって。いい名前。すごい綺麗。夜の花っていいよね。夜に見る花。あ、すいません。目尻にさっきの色を塗っていきますよ。いい感じ。そしたらね、同じ色を下まぶたの目尻にも入れていきます。よし、今の色が塗れましたら、ケイト 3D プロデュースシャドウの PU1 番ですね。こいつもちょっと紫っぽいようなお色味のアイシャドウなんですけど、これのここの締め色を塗っていきます。この色を細く取れるブラシに取っていただいて、下まぶたの目尻に塗っていきます。で、今回かなり垂れ目にしていきたいので、しかも線は太めに下まぶたを拡張していく感じで、同じ色でこの下まつげの生え際もピッと塗っちゃいます。こんな感じで締め色が塗れましたら、涙袋を描いていきますよ。まず一旦薄めの色でガイドを描いていくんですけど、この上から2段目ぐらいの色のやつとか、ここのちょっと薄めのブラウンっぽい色とかを使っていければいいかな。こいつで一旦この辺に涙袋を作りたいなっていうガイドを描いていくんですけど、今回は垂れ目かつ大きくしていきたいので、目尻に行くにつれて大きくなるような涙袋の形を描いていきます。 OK、 ガイドが作れましたら、こっちのパレットのここのお色味を使っていきますね。10番のモーブタイムという色らしいです。こいつを今描いたガイドの下に入れていって涙袋ゲッチュってわけ。そしたらね、マットハイライトをしていくの。マットハイライト、これも白いアイシャドウあるんでしょ、こういうので、涙袋の目頭側にハイライト入れる感じで、かわいい。そしたらね、目頭の方にもちょんちょんと塗って、紫でね、透明感が出てるので、白を目頭側に塗ることで、より目の印象が明るく見えて透明感が出るのではという3段。OK。そしたら、下まぶたにラインを描いていきたくて、こういう濃い色のアイシャドウとか、ちょっと薄めに発色するアイラインとか、こんな感じの薄めに発色するアイラインとか使っていけばいいかな。これで垂れ目ラインを描いていきます。今、涙袋を結構目尻に行くにつけて下げたじゃないですか。この下げた分だけこの下まぶたも下がってるように見えたいので、涙袋の角と平行になるようなラインをピッと描いちゃいます。そしたら、さっきも使ったここの締め色で今のラインをぼかしていきますよ。もう上から重ねるだけ、ちょいと。OK、下まぶたのラインが描けましたら、一旦こっちの目の二重幅が狭いので広げてまいります。少々お待ち。はい、こんな感じで二重幅が揃いました。よろしいと思いますので、こちらでアイラインを描いていそうします。アイライン描いていくんですけど、垂れ目、有無を言わさず垂れ目を描いてください。本当に結構しっかりめの垂れ目。さっき描いてこの下まぶたのラインにかなりつなげる感じでググッと下げちゃって、下げたのを横にちょっと引っ張ってアイラインっぽくしてみたいな感じ。こんな感じかな。はい、こんな感じで垂れ目アイラインを描き終わりました。ほんとがっつり太い垂れ目で結構長めに描きました。キューティーなお目目になってるよね、完全に。そしたらこのアイラインをずっと使ってるここの締め色でぼかしていきますよ。そして適当にブラシに取って上から重ねていくだけ。かわいい。OK。そしたら多分ちょっと今描いたアイラインと下まぶたのラインがね離れているところがあると思うので、そこをね、適当にピッとつなげちゃいます。これは適当でピッとつなげちゃえば何でもいいと思うよ。OK です。下まぶたのラインも終わったら、ちょっと適当にダブルライン一旦描いていただいて、マジでこれ適当でいいんでちゃっと描いていただいたら、次はまつげに行こうかな。まつげは今回はつけまをつけるんだけど、今回はかなりアニメっぽい感じにしていきたいので、ちょっとさマジで汚いんだけどさ、こういうしっかりめに束になってるまつげあるじゃない。を使っていきたい。ちょっととりあえずつけまつけてきますね。少々お待ち。はい、ということでまつげがつけ終わりました。むちゃくちゃ時間かかった。ちょっとめっちゃ大変だったんだけど、つけ終わったのでマスカラをつけていきます。マスカラは何でもいいので、地まつげとつけまをなじませられればいいかな。 OK。 上まつげにマスカラを塗れたら、下まつげもピッピッと適当に塗って
ていきますよと。適当に下まつげにマスカラが塗れたら下まつげを描いていきましょう。さっき描いたこの下まぶたのラインに沿って描いていきますよ。下まつげも終わったので最後ラメを塗っていこうと思います。ラメは何でもいいんだけどツヤっぽくなるとかじゃなくてキラキラって感じがいいなと思うので、私がお気に入りの AZTK シングルアイシャドウの03番パールスキャンダルという色を適当に塗っていきますよ。これも一応角度によって青っぽくピンクっぽく紫っぽくみたいな感じで、今回もね紫っぽいメイクということでちょうどいいんじゃないかなと思います。目頭から黒目の一番高いところまでぐらい。そしたらね、このラメを涙袋のこの際のところには塗っていきます。ああ、かわいい。わかるかな、この涙袋がきらめいてるの。OK、アイメイクこれにて終了ってことで、ノーズシャドウいってきます。ノーズシャドウは適当で、何でもいいんだけど、なるべく鼻筋は細くした方がいいよね。キャラっぽいよね。OK、ノーズシャドウはこんな感じでできました。いい感じに鼻筋をかなり細めに作ってみました。そしたらね、マットハイライトをしていくんですけれども、ハイライトをピッピッて取ったら鼻筋の横に余分なノーズシャドウを明るく通しちゃう。こうするとかなり鼻が華奢に見えるんですよね。 OK、 そしたらチークを塗っていきますよと。さっき塗ったペリペラピュアブラッシュドサンシャインチークのやつと、もう一段階濃いめの一般的なピンク系のチークをご準備いただいて、これを真ん中あたりに塗って顎先と鼻先にもね、こんな感じでチークのベースができたら、もうちょっと濃いこのピンク系のチークを今塗ったチークの真ん中ら辺にパパパッと塗っておきます。そしたら最後リップを塗っていくんですけれども、リップを塗る前にファンデーションとかで唇の色を消しますよ。こんな感じで色が消せましたら、一旦リップペンシルとかで唇の形作っていくんですよね。上唇を真鍮が短く見えるように。そしたら肝心のリップはですね、ペリペアインクムードドロップティントの海岸ピンク、結構ビビッとめなピンクをですね塗っていきましたよ。で、一回塗り終わったらもう一回唇の内側に。ね、待って、ちょっとごめん、ハイライト塗るの忘れてるなってことに今気づいたので塗っていくんですけど、ハイライトなんでもいいんですけど、細く塗ってほしいの。細く塗ってほしいの。あんまり主張が強くない感じに。はい、ということで弾け女子メイクが完了いたしました。とっても素敵。もう全体的にカラコンも含めチュルンチュルンな質感にしたんですよ。ハイライトも鼻に細く塗って、リップもチュルンチュルンで、このね目元のラメもチュルンチュルンで、コンタクトもこんな感じで、ちょっとずれちゃってるんですけど、ハイライトが入ったチュルンチュルンの目ということで、もう素晴らしいんじゃないの？私はとっても満足。とにかくね、早く完成形になりたいという気持ちが強いので、一旦ウィッグをつけていきたいとか衣装に着替えていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということでこんな感じで弾け女子メイクが完了いたしました。いかが？めっちゃ弾けてると思う。このピンクの部分とさ、髪の毛のこの金髪の部分がさ、ちょうどよくない？なんか金髪の部分で透明感というか、そう女の子らしさも出るんだけど、この結構なピンクもあることでちょっと弾けている感じが出て、アニメらしいかどうかはわからないけど、ちょっとこのね制服っぽいさ、カーディガンにワイシャツ中に着ててネクタイつけてるよっていうこの感じもよろしいんじゃない？正直すごい弾け女子っていうか、なんかちょっと K-POP アイドルっぽさもなんか出ちゃった。この髪の毛のあれでね、顔はあれですけど、アニメっぽさはちょっと若干薄れちゃった。なんかどっちかというと最近のイラストっぽい感じで、どっちにしろ3次元っぽくはなくなったのかなと、私を落ち着かせようと思います。めっちゃ可愛いと思う。マジで真似してみんなお願い。ということで本日は弾け女子メイクでございました。もう全体的に私現実感のないいい感じなイラストっぽい AI っぽい女の子になれたんじゃないかなと心底喜んでおります。それでは今週金曜日の動画はここまで。チャンネル登録とか高評価コメントの方よろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。ほんと毎回こういうメイクした後に思うんだけどさ、私が喋っていると全ての世界観が崩れて残念な感じになるよね。マジでごめん。